1911年パリ、モナリザがルーブル美術館から忽然と姿を消し、世間は騒然となった。そしてその裏で起きていたもう一つの盗難事件。警察が懸命に捜査を進める中、容疑者として取り調べを受けたのはなんとピカソだった。このチャンネルでは少し変わった歴史をご紹介していきます。よかったらチャンネル登録していただけると嬉しいです。8月21日、休館日のルーブル。白い作業着をまとった男がサロンカレに忍び込みました。男は迷うことなくモナリザを展示室の壁から外し、布に包んで持ち去っていきました。翌朝、最初にモナリザの紛失に気づいたのは、その日、サロンカレで制作作業をしていた画家、ルイ・ベロー。間もなく、職員用の裏階段で、モナリザの額縁とガラスケースが発見され、盗難が発覚しました。モナリザが消えたという知らせは瞬く間に広まり、ルーブルは閉鎖され、フランス警察は駅や港、国境にまで警戒の網を広げました。しかし、犯人は、モナリザと共に煙のように消えてしまったのです。盗難から1週間、捜査が難航する中、パリジャーナルの一面に信じられない見出しが躍りました。怪盗、ルーブルからの盗難品を持ち込む。イニャス・ドルムさんという名でパリジャーナルに送られてきたのは、モナリザではなく古代イベリアの頭部石像でした。しかし、この泥棒がルーブルから複数回盗難を繰り返していたと告白したことで、もしやモナリザもと世間は騒然となったのです。そしてこの告白で捜査の手が及んだのは驚くべき人物たちでした。捜査対象になったのは当時新進気鋭の画家としてすでに名を知られた存在だったパブロ・ピカソ、そしてその友人でジャーナリスト、詩人でもあるギョーム・アポリネール。パリジャーナルにイニャス・ドルムさんという偽名で告白文を送りつけたのはアポリネールの元秘書ジョセフ・ゲリー・ピエレという男でした。ピエレは去る知り合いの画家に頭部石像2つを売ったと告白したのです。その知り合いの画家こそ他でもないピカソでした。警察はまずピエレの元雇用主であるアポリネールを逮捕。アポリネールがピカソの関与を証言したことで、ピカソも連行され、取り調べを受けることになりました。しかし、ピカソは一貫して関与を否認します。盗品とは知らなかったと。モナリザ事件の進展がなく、批判にさらされていたフランス警察は、イベリア頭部像盗難事件を幸いと、アポリネールとピカソをスケープゴートとして利用しようとしました。結局、モナリザ盗難事件への関与を示す証拠は発見されず、二人は釈放されましたが、モナリザの行方は依然として知れず、疑惑が完全に消えることはなかったのです。そして、2年の月日が流れた1913年12月、イタリア・フィレンツェから衝撃の知らせが届きます。失われたモナリザが発見されたというのです。パリ当局へ連絡を入れたのは、当時のウッフィツィ美術館館長、ジョバンニ・ポッチでした。ポッチの話によると、彼の友人である美術商、アルフレード・ジェリのもとに持ち込まれた絵画が、ルーブルから盗まれたモナリザだというのです。モナリザを持ち込んだのは、イタリア人のルーブル美術館元作業員、ヴィンチェンツォ・ペルージャ。彼は、ナポレオン戦争時に盗まれたイタリアの美術品を取り戻すという愛国心からモナリザを盗んだと主張しました。ペルージャから連絡を受けたジェリは、その信憑性を疑いつつも、ポッチと共に話を聞くことにします。ペルージャは、宿泊先のホテル、トリポリイタリアの一室で、スーツケースの二重底に隠したモナリザを取り出しました。絵を確認したポッチは、それが本物のモナリザであると確信しました。モナリザは、ウッフィツィ美術館をはじめ、
イタリア国内で展示された後、無事、ルーブル美術館へ返却されました。ペルージャは、あくまで動機は愛国心であったと主張し、彼の行動は、一部では好意的に受け止められました。彼が、亡くなった恋人の面影を求めてモナリザを盗んだという、ロマンティックな作り話が、まことしやかに囁かれるようにまでなったのです。さらに、彼がモナリザと共に宿泊していたホテル、トリポリイタリアは、ホテル、ラジョコンダと名を変え、現在でも営業を続けています。ただし、モナリザは、ナポレオン戦争でイタリアから盗まれたものではなく、ダヴィンチ自らフランスへ持ち込み、死後、フランソワ一世が購入した、というのが真実です。結局、モナリザ盗難は、ペルージャの単独犯と認定され、イベリア東部層盗難事件との関わりは否定されました。これで、モナリザ盗難事件におけるピカソの嫌疑は完全に晴れたわけですが、イベリア東部像盗難の件はどうだったのでしょうか。イベリアの東部像は1つ7キロもありました。ピエレはそれを合計3体も盗み出したことになるのです。いくら大人の男性とはいえ、そんなものをコートの下に隠して簡単に持ち出せるものでしょうか。しかも当時、これらは芸術界でさほど注目されておらず、高値で売れるようなものでもありませんでした。ピカソは、あくまで盗品とは知らずに購入したと主張していました。しかし、彼の当時のガールフレンド、フェルナンド・オリビエは、ピカソがこの頭部石像に強く魅了されており、洋服ダンスの奥深くに隠していたと回想しています。その他の美術コレクションは、堂々と飾っていたのにもかかわらず、それだけでなく、モナリザ盗難事件が発生した直後、ピカソは怯えたようになり、隠していた石像をセーヌ川に投げ捨てようとしました。そして、晩年、1960年のインタビューで、アビニョンの娘たちが、あのイベリア東部像に影響を受けていることを自ら語っています。ピカソは、疑いようもなく天才でした。その芸術の背後には、盗難という闇があったのでしょうか。今回のお話はいかがでしたか？モナリザ盗難事件の裏で発生していたイベリア東部像の盗難事件。ピカソは本当に何も知らなかったのか。皆さんの考察も教えていただけたら嬉しいです。このチャンネルでは少し変わった歴史をご紹介していきます。チャンネル登録して次回もぜひ見てくださいね。